ご視聴ありがとうございます。今回はエンジニアさんのワイヤーストリッパー紹介したいと思います。今年初めに登場した新製品です。特徴として新鮮ダメージ 0% という強気な謳い文句を掲げています。正確な深淵、ラウンド刃できっちりと被覆をカットしたら、エンジニア独自の EZ 機構によりグリップを握り込んだまま電線を引き抜くだけで新線を傷つけることなく完璧な被覆向きが完了するというアイテムです。対応した位置に電線をセットしたら、グリップを最後まで握り込んで少し傾けグッと電線を引き抜きます。これで作業が完璧に完了、失敗がありません。使ってまだ日は浅いですが、これかなり好きになっている道具です。エンジニアさんのワイヤーストリッパー EZ シリーズ、使い勝手をお伝えしたいと思います。外観がこちらです。エンジニアさんらしいデザインですね。カクカクとしていてデジタルチックな見た目です。全長は 161mm、 一般的な被覆向き道具のサイズという感じです。グリップだけ少しごつめ、黒染めか分かりませんが、つるっとした表面にはっきりと読みやすいレーザーの刻印、見た目は良いと感じました。こういった専用とか特殊な道具というのはチープというか見た目にこだわらないもの多いですが、エンジニアさんのこれは高級感までいかないですが良さげな雰囲気となってます。刃のアップがこちらです。横には対応する電線の線形が記載されています。こちら型番 PAW24 は AWG30 から18に対応。もう一つ精密対応の PAW23 がラインナップにありまして、 AWG36 から22に対応となってます。刃はエンジニアさん独自の深淵設計となっていまして、斜めから見た時に深淵となるよう刃が付けられているみたい。この設計によって新生の刃の食い込みを防ぐそうです。拡大してみてもこれ見た目からはよく分かりませんでした。確かに電線を挟んで切り込んでみるとこんな感じに電線は斜めに逃げますので、実際どうなのか難しいことわからないですけど、理にかなった設計なのかなとは思いました。もう一つの特徴がこの支点の部分。スプリングのテンションで片寄せされていますが、スプリングの力を超えてグリップが握られた場合、このように支点が移動します。この動作により刃が開く方向にわずかに動きますから、被覆を切った後の引っ張る動作の際に新生のダメージを防ぐことができるという具合。電線を対応したスロットにセットしたら、グリップを握り込んで被覆をカット。握り込んだグリップはそのままに工具をわずかに寝かせたまま電線を引き抜きます。これで作業は完了。コツとか勘どころなんてほぼいらない。誰がやっても使い方さえ間違えなければ一定の仕上がりとなる作業が可能です。対応する電線は AWG、アメリカンワイヤーゲージですね。名前の通りアメリカの規格です。ミリサイズ規格への対応は商品説明を見ても書かれてはおりません。ネットで探しますと AWG をミリ規格に変換する対応表が出てきますが、両者で線形はわずかに違います。工具店を通してエンジニア様に確認をいただいたところ、 AWG 専用として設計しているとのことでした。サイズにきっちりこだわった製品です。メーカー様に逆らうつもりはございませんが、後ほどミリサイズの電線にも使えるかは試していきます。工具の先端部分はフラットになっていまして、対象を傷つけずに掴むことが可能。また刃の一番端には V カッターが備わりまして、手の感覚頼みにはなりますが、対応していないサイズの電線もここで剥くことが可能です。付け根にはカッター付き、電線の長さ調整に使えます。どういう仕組みか、電線切った時にパチンと小気味よい音がしまして、なんだか楽しくなりますね。その横にはミリサイズでスケールが刻印され、被覆を剥く際の長さ合わせに使えます。グリップの手前にはロックレバー付き、操作性は良いっすね。グリップは奇抜なデザインですが、結構握りやすくて私は好みです。細かな作業に向いてる感じがいたします。エンジニアさんのグリップは抜けてきちゃうのを何度か経験していますが、これについては強く握らないためか、今のところしっかり止まってくれてますね。実際に使ってみます。こちらはパソコンのハードディスクなんかの電源供給用の AWG18 の線。スパッと切れてスッと引けるといった感じではなかったです。最後は被覆を引きちぎる感じはどうしても出てしまいましたが、問題なく被覆を剥くことはできました。カットしたら少し道具寝かせ気味にして親指で道具を押してやる感じ。綺麗に確実に被覆は剥けていきます。
こちらもパソコン用の部品。LED を光らせるための細めな電線で AWG は26。被覆向きは線が細くなるほど失敗すること増える印象ありますが、問題なく作業ができました。細い線は最後の引く作業が楽っすね。親指でちょっと押すだけでスッと向けてきます。こちらはイヤホン改造するのに使った線か AWG の32。ここまで細くなると傷つけたのかも分かりにくいですが、問題なく被覆を向くことはできました。ただこの細さになってくると失敗することもありました。被覆が切れなくて向けないということがあります。ここまで細い線って私あまり経験がありませんので、他の道具でやったらどうなのかわからないので、もしかしたら道具の個体差とか電線側が悪さしている可能性はありますが、 AWG32 については完璧な動作ではなかったということをお伝えしておきます。続いては対応に記載のないミリサイズの電線を向いてみました。こちらオートバイでよく使うコンマ5スケアの AVSS の電線。確か住友ブランドだったと記憶をしています。対応を調べると AWG の20相当となります。ただし AWG20 はミリ換算しますとコンマ519スケア、わずかに工具側が大きくなるはずです。新線へのダメージはなく問題なく作業ができました。特に被覆を引きちぎるのが大変ということもなく素直に使えたっすね。手持ちのベッセルさんの AWG とミリサイズの表記があるワイヤーストリッパーと使い比べてみても切れ具合については変わらずという印象です。こちらはコンマ75スケアの AVS 線。対応表によりますと AWG18 ミリ換算でコンマ823スケが近い値となります。これも工具側が大きめとなりますね。これも問題なく作業はできました。ただコンマ5スケの時とは違い、わずかに電線引くのに力がいるかもと感じたっすね。やはり工具側の穴が大きく被覆を切り切れていないのかもしれません。しかし無事に作業は完了。新線へのダメージも見られません。完璧ではないでしょうが、これならミリサイズでも使っていけると感じました。こちらはコンマ3スケアの AVSS 線。手持ちでパッと見つかった一番細い線がこれでした。対応表によりますと AWG の22ミリ換算で線形コンマ324スケアとなります。これも工具側が大きくなります。こちらも問題なく作業することができました。新製のダメージなし、被覆引きちぎるのも簡単。対応は謳っておりませんが、私の手持ちのミリサイズ電線には全て使うことができました。一般的なワイヤーストリッパーと比べ単純操作で安定した作業ができますので、これ素晴らしい道具ですね。ミリサイズに対応した工具のラインナップがないというのは残念です。業界によってはスクエア表記ばかり使うってことはあるでしょうから、 AWG 表記では全く分かりにくいという意見は出そうです。今後のラインナップ拡充を本当に期待したいですね。もう一点、握ってロックが開いてしまうのはあれと感じました。視点が移動する弊害というのか、安全に保管するためロックをかけておいてもグリップが最後まで握られてしまうと自然と解除されてしまいます。片手しか使えないときはワンタッチで解除できて良い使い勝手という場面もありそうですが、これだと持ち運びの移動時など予期せず開いてしまうこともありそう。ご留意いただきたい部分となってます。それから最後肝心なところ、たまに新線が1本だけ切れてしまうっていうことはありました。使い方や電線側の問題なのか AWG20 より上、レンジの中の太めな電線でエラー起こることがあったっすね。被覆を切って引っ張る際にスッと向けないで斜めになりすぎて引いてしまうと新線が切れたり折れてしまったりはたまにありました。どんな使い方をしても新線ダメージ 0% とはいかなかったです。エンジニアさんのワイヤーストリッパー EZ シリーズ、新線ダメージ 0%。私の使い方では歌い文句通りとはいきませんでしたし、ものすごく細い線ではうまくいかないこともありました。しかし気に入った道具です。完璧とはいきませんでしたが、理にかなってるっていうんすかね、良い道具と感じています。これは試してみていただきたい、おすすめしたいアイテムでした。機会ございましたら手に取られてみてください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間ございましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。